2021年8月、ここは京都市南区の上鳥羽地区。六斎念仏と呼ばれる伝統行事の練習の日。ここに小学6年生から社会人までさまざまな年代のメンバーが集まってきました。今回はこの六斎念仏に携わる子どもたち、そしてそれを見守る大人たちを訪ねてみました。六斎念仏は関西一円に伝承されている民族芸能です。京都では華やかな芸能性豊かな芸能六斎が主流となっていますが、上鳥羽六斎念仏では念仏に合わせて太鼓を打ちながら踊る伝統的な念仏六斎も継承しています。毎年8月22日に常禅寺で芸能六斎と念仏六斎の両方を奉納していますが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため昨年に引き続き2021年も芸能六斎を中止し、念仏六斎だけの奉納となってしまいました。上鳥羽六斎念仏に約十数年関わっている山中さんに、どのようにしてこの団体に携わり始めたのか話を聞いてみました。大学院の研究で六斎念仏をちょっと研究対象にしようかなと思ってまして、その時にどこかでお世話になりたいなと思ってたところ、上鳥羽さんのところに調査行かせていただいて、すごくアットホームに迎えていただいて、でなんかそのままずっとまた来ますまた来ますっていうふうに通い続けてると、そんなに来てくれるんやったらコーチ入ってみいひんかみたいな人すごいありまして、それで気づいたら保存会のメンバーみたいな感じにちょっとなっているっていう感じです。上鳥羽六斎念仏のメンバーには約30名の小中高生がいます。子どもたちはどのようにして六斎念仏に参加し始めたのでしょうか。小2ですかね。小2からやってます。7年。おじちゃんが、先生なんですけど、おじちゃんが安全パトロールみたいなのやってたんですけど、そこで知り合ってやってみいひんかって言われたということで、やってみようかなと思いました。そんな器用じゃなかったから細かく腕振るのとかが難しかったですね。やってるうちにその細かく腕が動くようになったりそうなんていうの自分で分かるから上達してるっていうのは、そういうところにやりがいを感じますね。同じく小2の頃から小1の後半ぐらいで始めたもう一人同級生おるんですけど、元からやってたんで、それをやってたのを知って、僕もやりたいなと思ってやりました。自分でも達成してるのも分かるし、自分でできていくことが楽しいというか、全然続けていきたいです。お兄ちゃんがやってて流れで入ろうみたいな、人が変わるタイミング、入るタイミングとか分からへんのごっちゃごっちゃしてますよ。友達もいて楽しかった。じゃあみんなが着替えている間に六斎念仏の魅力を再び山中さんに聞いてみましょう。他のところは芸能一つだけとか、あとは念仏一つだけっていうところがあるんですけども、上鳥羽の場合は芸能もあり、そして念仏もありみたいな感じで、一団体でいろんなことをしているっていう面ですごく面白いかなと思いますね。カジュアルだと思ってて、能とかだったら結構ガチッとしてて緊張するじゃないですか。けどそれよりもっと手軽に楽しめるし、その仏教の知識とかがなくても楽しんで打つことができるし、周りの人は見ることができるっていうのが私は魅力だと思ってます。いろんな演目があるから、一つのこととかじゃなくて、いろんな太鼓叩くだけじゃなくて踊りとかもいっぱい取り入れられるんで、そういうところが面白いなと思います。夏祭りで見てかっこいいなって思ったから、迫力あっていいなって。今コロナなんでね、どういう
感じになるのかちょっと、残念なところもあるんですけど、例えば、今年定禅寺はやっぱり芸能できないっていうので、どういうところでその子どもたちの活躍の場が作れるのかなっていうちょっと心配の方が大きかったりします。さて、ここで六斎念仏の演目をいくつかご紹介していきたいと思います。芸能六斎の代表的な演目である祇園囃子は、上鳥羽では長らく実演されていませんでしたが、2019年に見事復活を遂げました。祇園囃子というのは芸能六斎では全ての団体の演目になっています。祇園囃子というのはですね、その名前の通り祇園祭のお囃子から取ってきた演目になります。で、各六斎の団体では祇園囃子というのはどこの矛から取ったとかっていう伝承がありまして、上鳥羽の場合は壬生がやってます綾笠鉾のお囃子を取ってきたということになります。途中で入れ事というのがありまして、祇園囃子を進めていく上で2個が出てくるんですけど、それが入れ事ということになります。入れ事に関してはそれも各団体で何が出てくるかっていうのが違ってくるんですけども、上鳥羽の場合は壬生の原田さんという方が祇園囃子創作されまして、その時に他ではないような入れ事をしたいということで巫女舞というのを独自にやるようになりまして、で、上鳥羽では唯一巫女舞というのが祇園囃子では行われています。みんなに見てもらいながら、一人じゃなくてみんなでいろんな演目を完成させていくっていうのが楽しいなって思ってます。そしてすべての演目の基本となる四つ太鼓。芸能六斎を習得する際に初めに教わる演目で、演者が代わる代わるに太鼓を打ち鳴らします。四つ太鼓も祇園囃子と同じように全ての芸能六斎の演目でされてるんですけども、大体メロディーとかは似たような感じ、初心者の人が見てみるとどこの六斎も同じような演奏なのかなっていうふうに思うんですけども、よく聞いてみると各団体少しずつ違っていたり、叩き方の順番なんかも違っています。四つ太鼓というのは一番最初に習う演目でして、一番簡単な演目なのかなというふうに思いきや、結構奥が深い演目でして、一番最初に習った、たどたどしくやってるような四つ太鼓から、ベテランになってきますと、もう本当にドローとか言ってトコトコっていうところをかなり早く打っていくような、いろんなタイプの、演奏ができますし、あとは自分の個性っていうのを一番出せるような演目というのが四つ太鼓かなというふうに思います。本番のやつ太鼓が楽しい。本番でみんなで息が合ったり一緒に演目できることがやっぱり楽しいです。発表した後のみんなが終わったっていう顔とかが叩いてる時が好きです。お客さんが喜んだりしてるとことかいっぱいカメラ構えて珍しそうに見られてる時とかちょっと嬉しいで楽しい感じがしてます。最初携わった時はみんな小学生やったわけで、こういう子たちが正直いつまで残るのかなっていうのはすごい気になってたところなんですね。他団体なんかもよく小学校を受け入れてやってるんですけども、大人になるまで残るっていうことが多分ほとんどないっていうのはもうよく分かっていたので、上鳥羽の場合もどうなるんだろうなってちょっと不安も抱えつつ見てたんですけど、でもなんていうのか、中学になっても
辞めてない子もいるし、高校になっても辞めてない子もいるしで、大学短大とかに行ってもまだ続けてくれてる子っていうのもいるんで、いろいろ新しい子も入っていくし辞めてもいくんですけど、その中で、少しコアになっているような子たちはずっと残り続けているので、なんていうのか、継承に向けてすごく進んでるっていうか、着実に、一歩踏み出してるのかなっていう感じはします。辞めるっていう予定は今のところはないです。大学行っても頻度は多分同じく減ると思うんですけど、続けられたらいいなって思ってます。そして現在指導しているのはこちらの川勝ご夫妻。こちらが奥さんで、こちらがご主人。2人は一体どんな指導をされているのでしょうか。再び山中さんに聞いてみました。奥さんはもうテキパキ動いて厳しく指導するみたいな感じの部分で、あとはご主人さんの方はなんか子供たちにすごい優しく接して、なんかその2人のその力っていうのがすごく大事なんだろうなと思うんですよね。なんか飴とムチじゃないんですけど、間違えてもいいから、間違えた場合は仕方がないから、間違えましたっていう顔をしない。誰もお客さん分からへんから間違ってんの。厳しいところはすごく厳しくするし、優しいところは優しいし、なんかそういうところがどんどんなんか子どもたちに引き継がれられていくようなところなんかなと思います。リンちゃんが終わったらスッと引いて、そうせんとリン君が打てへんねん。中途半端やですよ。もう一回やって。時間。中地さんの教えるの怖かったりしますか？そしてもう一人、子どもたちの憧れの存在がいます。完成度が高いなって見てて思うんで、ちっちゃい子たちも見てもらいたいです。原田先生のおかげで。原田先生やっぱり尊敬してて、ビデオとかもなんか何回も見たりして、どうしたらああなれるかみたいなのは考えたりもします。原田さんみたいになりたいなとかあるんですか？なれたらいいですけどね。上鳥羽の子どもたちの指導にあたる原田さんは子どもたちの目標となっています。多くの子どもたちがいつかあの人みたいに叩きたい、そんな風に考えて練習に励んでいます。子どもたちも部活もね、本当にお忙しいこと、そしてできたことを本当に喜んでおります。本当にね、ありがとうございました。今日はこれからますますもっと勉強して練習を重ねていきたいと思います。頑張っていきますので、これからも、年齢も重なってますけれども、これだけの子どもたちがこうして頑張ってくれてますし、将来ね、この上鳥羽の6歳の、地域の方と一緒にこうして灯していきたいと思いますので、これから頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。感動を与えるようなそういう演技を目指して頑張ります。昔は見て覚えるというのが基本で、楽譜もなかったと言われています。時代が変わるにつれ、楽譜で覚えるようになったり、子どもたちも部活や習い事で忙しくなったりしましたが、上鳥羽のみんなは工夫をしながらここまで継承してきました。地域の大人たちに見守られ、徐々に上達していく子どもたち。中には大人になっても続けたいと語る子どももいました。コロナ禍においても変わらぬ音をこうして響かせ続けています。私も一緒にやりたいな。